上手くならないっていう理由をちゃんと理解してるというか自覚してるっていうのは、結構大事なことなんですよね。そもそも上手くならないんですよ。自分の体型ってなかなか変えられないじゃないですか。それぐらい難しいんですよ、上手くなるのって。自分の常識をずらさなきゃいけないんですよね。なのでそこがね、多分一番上手くならない理由なんですよ。だから今のこの書き方で割と満足しちゃうねっていうのが、ほとんどの人がですね、やっぱ上手くならない理由なんですよね。上手くなるための方法っていうのはですね、めちゃくちゃシンプルなんですよ。上手い人の描き方を真似する、上手い人の絵の形を真似する、上手い人の形をインストールする、自分でね何度も何度も描いて、それをですね自分の指先というのかなにインストールしてしまう。逆に言うとこれ以外の上手くなる方法はないんですよねっていうのがまず上手くなる方法なんですけれど、上手い人の描き方、考え方で描くとですね、まるでなんか暴走したスポーツカーに乗ってるみたいなねぐらい今までのこう線の運びと変わっちゃうんですよね。最初描き始めの時ってやっぱ線をですねちまちまこうどっちかというと追っていくというか形を取っていく、描きたいものから描いていく、場合が多いんです。例えば目から描いていくというか、だいたいこうアメーバ状に広げていくみたいな感じの描き方ですよね。行き当たりばったりにどっちかというと多分描いていくような描き方だから、やっぱり線ありきなんですよね。やっぱりいきなり結論、いきなり可愛いかっこいい絵を描きたい、ね、一番印象的なものから描きたい。でもね、これのままですね神絵師になってる人もいるので、この書き方を 120% ね絶対間違いですとも言えないんですよ、これがね。ですがですね、多くの人はこの書き方だけではうまくならないんですね、これがね。例えばですよ、単純な立体図形、みたいなもので形を取るとですね、人体ってどう見えるかっていうと、なんかロボットみたいな硬いような印象、になってしまうね。今まで描いてきたこう線の柔らかさ、雰囲気のすごくあふれる情感、全部なくなっちゃいます。下手に見えちゃうんです。今までの描き方と違う描き方をすると違和感ありありで気持ち悪くて、とてもなんか今までの感じと違ってしまって見れたざまではないと。だから元に戻してしまう。そうするとですね、またいつものやつをただ描くことになっちゃうんですよ。今言ったその単純な図形で描くっていうのは、立体的な形を取るのに、とても便利だねというか描き方なんですね。なんですけれど、やっぱりですね線の形を取っていくっていうようなね感覚にまた戻ってしまうんです。それではですね、やっぱりですね立体感は獲得できないんですよ。やっぱり人体っていうすごい複雑な形をですね、まずは本当丸とか四角とか箱とか簡単な形で描けないと、それが描けないことにはですね、もっと難しいね人体のこうカーブっていうのは多分身の回りにあるものの中で多分一番複雑な曲線のはずなんですよ。描けるわけないんですね。簡単な丸や四角で立体を表現できないのに人体で描けるはずがないんですよ。なので要するに雰囲気で描いちゃうんですね。雰囲気から脱却するためには一回この図形で描くっていう描き方を習得しないといけないんですが、これをちょっと試しにやってみたらですよ、そしたらですねものの見事にですねうまく描けないんですね。本当ね、多分ねスポーツ、芸事、あらゆることが多分共通してます。要するに最初に下手な癖がついちゃうと、その後めちゃくちゃそれをですね矯正するのに時間がかかるんですよ。悲しいんですけど一番最初の部分から間違ってたりするんですよ。皆さんだったらまず鉛筆の持ち方、あるいはペンの持ち方、あるいはその iPad、 あるいはそのデバイスで使ってるんだったらそのズームを使う、ズームとロングってあるじゃないですか。こう寄ったり引いたりの頻度、そもそもどういう感じで書いてるか、どういう風にその、デバイスだったり鉛筆だったりを使っているか、もうそこから多分間違ってたら無理なんですよ。だから上手い人ってどうやって書いてんだろうっていうのをほんとちゃんとよく見てほしいんですよ。万年趣味でこのぐらいでいいんだったらいいやみたいなね、言うのでいいんだったら全然いいんですよ。全くそれで僕は問題ないと思うんですよ。ですが
まあそれはうまくならないよねっていう当然うまくはなりません。それではそう根本的に、しかもそこからなのみたいな、もうがっかりするぐらいそこからなのみたいな、レベル1からやり直しですかみたいな。いつも僕思うんですよ。あなたの守ってる絵ってそんなに大層なものですかっていうツッコミを常に僕は自分に対して投げかけてましたよ。昔からそうあなたの絵は大したものじゃないですよって自分に対して、そんなの守って何になるんですかってね、今守る時期じゃないですみたいな今そんな大してやってないのに何守ってんですかって話なんですよね。そうもうどんどん新しい形描き方、一見下手くそに見えるということは、それは今の自分の価値観をぶち壊してるタイミングっていうか、時期なので、むしろ好機と取るべきなんじゃないかなと思いますよ。作り直してるタイミングは基本下手に見えるわけですよ。で下手に見えるってことは今まで鍛えてない部分を鍛え始めてるってことです。要するに自分の絵のパラメータ表示がね六角形だとしたら、今下手に見えた下手になったっていうのはレベル1だったやつを鍛え始めてるっていう証拠なんですよね。そこは鍛えないとやっぱり絵描きとしてはうまくならないんです。ポーズが硬くなったりとかへんてこに見えますよね。空間もなんかきついような感じがしてつまらない絵になったような気がするよね。でもそれを一回通過しなきゃいけない。結局はですね、まあみんなですね、自分の価値観を捨てられないので、考え方描き方を捨てられないで、それに固執してしまう。でそれで今まで慣れてきたからそれでやれるもんだと思ってしまう。これまあね、あらゆることに言えるよね。職業にしても何にしてもそうですよ。今まで積み上げてきたものを簡単に捨てることって誰もできないんで難しいよね。ただそれがどの程度伸びしろがあるもんなのかっていうのはやっぱりある程度知っておくべきなんですよ。